はい、どうも皆さんこんにちは、カトルです。本日はですね、闇子戦場もあと数日で始まってしまうこんなギリギリの機会になってしまったんですが、2回目の闇属性ガチ勢対談っていう風なところでやっていこうと思います。はい、それでは第1回に引き続き、今回もサムデさんに来ていただいたので、いろいろ話を聞いていこうと思います。では本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ギリギリになっちゃいましたね、今回は。はい、ギリギリになってしまいましたね。ギリギリもうすべてマジで運営の直前実装のせいです。本当に終わってる。レージョフェスで来てくれればこんなことにはならなかったんですが、直前のグラフェスで天使はどこ行ったのみたいな話になってね。確かに。まあ、ということで、まあでもあれですもんね。もうなんか待たされた甲斐がある武器は渡してくれたもんね。まあそうですね。もうなんか誰が考えても強い武器を渡してもらったもので。で、まあそのおかげでね、やれることもいっぱい増えて楽しませていただいておりますが。ということで、タムディさんは無事3本ゲットされたということで、今回は本当にフルパワーの編成をちょっと見せていただこうと思います。ありがとうございます。でも TL でなんか4本とつってるの見たから4本使わんかなってちょっとね、ビビってはいますけど。あれ何なんですかね。わからないちょっと自分じゃ理解できなかったですけど。あれ、両面家具屋で4本入れて追撃持ったりするんかとかちょっと勘ぐってましたけど、何も分かっていませんね。ということで、まあ対談に入っていく前に、まあガチ勢対談おなじみではあるんですが、まあ今回はキャラとかムーブとかについての対談になってくるので、最初にね、クオンが今どんな感じで入れてるのかっていう風なところちょっと最初に見せてもらえますか。まあこんな感じになりますかね。多いなぁ。まあさすが闇マンって感じ。翡翠の闇マンは全部闇キャラやったりするんでね、それに比べたらまだまだということで。なるほどね。あ、てかなんかよく見たらもうオロロジャイアにも入ってるし。まあ強いかもわからんと思って勢いで入れましたけど、そこまでアタッカーではなく、ルシで便利みたいな、そんな感じで使ってますね。まあということで、まあ多分ね、今回紹介してもらう編成も大体フルコーンになっているような気がするんですが、はい。じゃあ実際のムーブとかも見せてもらいつつ話をしていきますか。はい。で、一番最初に、ムーブとかを紹介する前に、どのキャラがね、古戦場で活躍しそうかっていう風なところをちょっと最初に聞いていこうと思います。まあ、今まで通りであるんですけど、まあ、手動フロー共通で使えそうなキャラ、手動で使えそうなキャラ、フローで活躍しそうなキャラっていう風なところの3軸に分けて、なんかいろいろ話を聞いていこうと思います。では、フロー、手動、共に使う、まあ、闇属性でいうと中心的なキャラクターになるんですかね。そちらからちょっと1キャラずつ話を聞いていってもいいですかね。まあ今回フルオートでも、そのエルシキガルを逃げる可能性があるっていう風に一応捉えて、主要キャラっていう感じで考えたんですけど、まずはまあ今回の古戦場、バレンタインシンダラが、まあ活躍するのではないかと思いますね。もうなんかシンダラが最近ツイッターのトレンドに上がるぐらいなんで、結構なんか持ってる持ってないみたいなところで論争が起きそうなキャラではあるんですけど、まあ、厳選とか LB のところちょっと見せてもらってもいいですかね。まあ普段はね、クリティカルの方を多めに振ってるんですけど、ブレを嫌うのであればっていうことで、クリティカル外させてもらいました。まあ、アビダメ、イオダメみたいなとこですね。まあ、アビダメがいいのか、渾身がいいのかっていうのは、デバフを入れるかどうかみたいなところにもかかってくるとは思うので、どっちがいいかわからないんですけど、フェディアリを入れたりするような編成では、アビダメの方がわりかし伸びてるんじゃないかなというか、そのアーカー社ではアビダメの方が伸びたっていうことで、アビダメにはしていますね。普段使いとして。あとは多分気になるのは TA 厳選どれぐらい必要なんだろうみたいなところは結構悩んでる人多いそうな気するんですけど。まあ武器で、乱舞をもらったので、ブーストでね。武器で、かなり TA を盛れるようになって、武器で 75% プラス、春丸で 10% だったら 85% で 15% 盛ればいい。チンダラの TA 率、基礎 TA を 6% だとするならば、電撃で 5%、で LB で 5% で 16% もそれで盛れてしまうので、そう考えるならば、トリプルアタック確率っていうのを指輪で盛る必要はないというふうに言えるんですけれども、春丸入れる枠がないとか、まあその諸事情、その他諸事情で 65% ぐらいまでしか TA いかないみたいな場合になってきたりとか、まあその TA がついてた方が編成の多様性が生まれるかもわかんないし、あとはホールにケージが入れられないような場合っていうのに、この 10% っていうのは役立つことはあるだろうという。ブーストが来る前よりは優先度が下がったのかなとは思いますけれども、TA がついててそんなことはないかなという、そういう感じかなと思いますね。まあじゃあそこは手持ちに応じてとか、あとデス召喚するかみたいなところで選んでもらうというような感じですね。なるほど。はい、ありがとうございます。
ということで、2キャラ目が、まあ、シスだよね、みたいなとこですね。そうですね。シスはもうとにかく強いんで、1アビを押すならば、もう個人のアタッカーとしては文句なしみたいなところがあるのでね。まあ強いですね。特殊射撃もあるし。なんか LB がめちゃめちゃ振られてるんですけど。こいつにだけはゲージを捧げましたね。あー、なるほどね。真似するとか難しいかもしれないですけど、まあ、優先的に振るってなったら、まあ、下の5つっていう風なところと、あと TA、なんかクリとか攻撃とかってどうしてます？私はね、普段戦場というか高難度の方を、やってるっていうので、その上ブレを狙ってと言いますか、あんまりそのクリティカルのブレっていうのに対して危機感がないので、クリティカルを普段振ってるんですけど、戦場でブレを嫌うっていうのであれば、クリティカル外して攻撃を振るっていうのが無難な方になるんじゃないかなと考えております。全部を振るのは多分難しいですもんね。クオン上げてるだけだと。なるほど。ありがとうございます。で、あとは、指輪のところで、これなんか TA ってシスの TA って今どんな感じですかね？そうですね。シスは、振動が1だったとしても、それで 15% 上がって、で、LB で 10% 上がって、で、連撃タイプやったら 5% 上がるんで 30% 上がるのかなということなので、死んだらが TA 確定する編成であるならば、シスも TA は確定するっていうような認識で、私はいます。ので、攻撃みたいなムーブだとしても、今はもう両面でね、TA 率が漏れるので、TA、私今つけてないですけど、困ることは今はないですね。私個人としては。はい。この回避率っていうのは、アビが15にたまたまついてきたみたいな感じですか、これ？これはですね、スパバハをやってる時に、アビの回避が一番強いっていうことで、それをずっと狙い続けて、ひたすら回して、下最強上最弱っていう字を引いたっていうものなんですけど。なるほど、攻撃力。じゃあこれ、あえてなんですね、これ。はい、そうですね。もうこれを狙って、ずっと付け替えて、アビ15、回避10引いた、やったーっていう、これがだから2年ぐらいずっとついて守っている。古戦場を考えると回避っていうのはブレを生むので、正直この回避は古戦場のことを考えるんであれば、ない方がいい状況もあるんじゃないかなというような気はしていますね。で、シスが上限を叩かないっていうことはなかなかないと思うんですけど、仮にバフの上から殴って届かせるみたいなことをするときなら、渾身の方がアビダメより良かったりするのかなみたいな、その状況に応じて、渾身の方がいい場面があるかもなとは思っていますね。基本はアビダメだけど、多分武器の何使ってるかとかも関わってきそうな気するんで。そうですね。例えば95で反撃しますよみたいな編成をするのであれば、ビ上限 15% は絶対強いですけど、特殊があんまり飛んでこないような状況で考えるんであれば、ひょっとしたら渾身の方が強いかもしれないですね。じゃあ次が、こちらもね、闇属性ではなくてはならないキャラクター、浴衣イルザですね。はい、そうですね。LB はやっぱあれですか、攻撃性能に上げるみたいな。そうですね。今は私これルシで使ってるから、防御の方を振って、で、クリティカル優先して振ってっていう状況なんですけど、古戦場で考えるんであれば、防御のところを攻撃に回してっていうのになるのか、クリティカルのクリブレがイルザはちょっとひどいので、攻撃と防御に寄せていってあまりをクリティカル振るのか。でも、結局、さっきやってみたんですけど、あまりがクリティカル一つと、あと、一個だけ触れたクリティカルみたいになったので、それはそれでどうなのかなと思って、なかなか難しいところかなとは思っております。イルザはあれですもんね、なんか編成の中でオメガが乗らないことが多そうなんで、結構なんか火力でブレそうですね。そうですね。オメガ10使えばだいぶイルザは伸びるんですけれども、斧とか、拳とか使うときは特にね、ぐっと落ちてしまいますね。で、指輪耳飾りに関しては、耳飾りはもう何もあれですね、文句なくよだめだと思うんですけど、本心防御とかが、でも確か防御偉いですね、高難度とか考えても。そうですね、この防御10がどれだけ染みてるかというのはもうだいぶ体感してるところではありますね。はい、一番最後になるんですが、ニーヤと。ニーヤもかなりカバー上がりましたね、本当に。そうですね、ニーヤは、4アビっていうのがあるからフロートでも使えるし、1アビが手動なら強いしということでね。あとイルザとの噛み合いがすごくいいので、ニーヤとイルザっていうコンビはなかなかいいシナジーですね。で、やっぱり4アビでアビダメが追加されたので、この指輪耳飾りはこんな感じですかね。これにはね、事情がありましてね。はい。ニーヤの指輪は何回もね、付け替えしてるんですけれども、通常攻撃のことを考えるんだったら渾身でいいとは思うんですけど、アビリティダメージ上限 15% っていうのは、ルシで、アビ1500万をイルザにシスさんとニーヤの、2回行動の時の4アビ2回で解除してたんですけれども、アビ上限じゃないと届かなかったんですよね。
少なくとも、これが渾身では届かなかった。で、アビリティ上限にしないといけないんだなって思って、アビを引いてたら、まあ15がついたというか15がつくまで、まあ指を上げたっていうところなんですけど、アビ上限じゃないと少なくともダメでしたね。私はまあこれルシオに15がついてるっていうことなんですけど、まあ古戦場のことを考えても、2や4のダメージを上げるっていうのは、もし4を押すのであればね、意味があるとは思いますので、ひょっとしたら早めに1回落とすようなムーブをするのであれば、ひょっとしたら渾身の方が強いかもしれない。まあだからそれもまあケースバイケースになってくると思うんですけど、まあそのフルオとかも考えると、多分アビ上限は結構優秀なんじゃないかなとは考えています。はい。わかりました。ありがとうございます。では、共通のところは以上ですね。では次に手動でよく使うようなキャラっていう風なところなんですが、まあ、最強の工場キャラ、ボーマン。そうですね。こいつは登場で世界を変えましたね。アーカー社で言うと、リッチ2を押してたところがゼロポチでいけるようになったので、だいぶ早くなったっていうね、歴史が。確かにそんなことありましたね。はい、魔法戦士の時に、こいつの登場が全てを変えましたね。ということで、LB はこんな感じになってると思うんですが、まあこれもあれですね。クリティカル祭り多いな、闇属性キャラ。こんだけ持ってたらクリティカル振っていいんじゃないかっていう気がしますね。これちょっと個人的に意外だったんですけど、渾身なんですね、指輪が。これね、去年渾身に変えたっきり、アビに戻してないっていうのが正解で、もともと魔法戦士してた時はアビリティをつけてたんですよ。でも、いつぐらいかな、これを入れて、斧を取って、多分その時にハルマル探検をいっぱい入れたらこれ渾身の方がダメージ伸びないかなっていうことで渾身にしてるっていうところなんですよね。そうだから実際この古戦場を見せるならばもう武器で十分火力は盛れるよっていう風になってアビ上限の方がいいよっていう場合ももちろんあるとは思っています。今のアーカー社ではアビ上限の方が伸びたっていう声を聞いたので、まあそれを考えると古戦場でもアビ上限の方が強いっていうことは全然ありますね。一応渾身10ついてるんでなかなか変えづらくて置いてるんですけれども、まあ古戦場近づいてきたりしたらアビ15を狙って指輪を上げるかなとは思っておりますね。ちょっと難しいですね。アーカー社がどうかってところもあるかもしれないですけど、ボーマンって両面カネヤとか火力を落として殴るみたいな編成でよく入ってくるじゃないですか。そうですね。うん。あそこで渾身とアビダメどっちがいいかって言われると結構確かに迷うところありますね。そうなんですよね。だから両面で火力もアビも盛りつつみたいな編成なんやったらもうアビ上限でもいいと思うんですけど、両面カグヤでってなってくると、その武器で一生懸命足りない火力を盛るためにリッチオンの空外してみたいなことをしてるぐらいなんでね。だからひょっとしたらそうなるとアビ上限じゃダメで渾身じゃないとダメっていう状況が生まれても不思議ではないですね、全然。はい。わかりました。ありがとうございます。他に手動で、よく使うとか重要だなっていうふうに思うキャラっていますかね？そうですね。今回の戦場を、向けて、そのサブというかサポート、アビリティを押してデスで落とすみたいな、使い方であるとか、まあちょっとマウントを張るみたいな使い方であるとかっていう風になってくるんですけど、その弱体を入れる方向性で言うと、水着クピタンっていうのと、あとは、懐かしのオリビエですかねっていうのになってくるかなっていうのはちょっと考えてはいます。クピタンだと多分3アビ使って落とすみたいな感じですもんね。そうですね。クピタンは3アビ使ってですで、だからまあこのキャラは殴るわけではないんですけれども、まあそれだけこの3アビは強いっていうことなのでね。はい。使うことは全然あるかなと。あと、オリビエは、結構殴り性能も3アビをしたりするとそこそこあるんですけど、指輪耳飾りとかってどんな感じします？恥ずかしい。ですね、これはさっきムーブを試してて指輪を付け替えたんですけど、余談も全然でね、私去年も使ってなかったからこのまま放置してるっていう状況なんですけど、もし、例えばクピタン3押して裏から出てきたオリビエの位置を押せよみたいなムーブをするのであれば、上は弱体で、4段目はまあ最高は12か、みたいな風になってくるのかな。チアリが200ヘルに対して、多分確定してないっていうことで、そのために、弱体成功の指輪をつけないといけない。もしそういう使い方をするのであれば、このキャラは、じゃないとダメっていうケースが出てくる。はい。それがなければね、1指が絶対入るというのであれば、渾身とかにして火力を上げるっていうのは全然いいと思うんですけど、でもこのキャラね、強くないんですよね。だから、1指を使うのであればっていう風になってくると思います。
ということで、さっき言った弱体が、クピタン・オリビエっていう風なところで、あとマウントとかっていう風なところに関すると、オーキスとかですかね。そうですね。オーキスと最近実装されたオロロジャイアっていうところになってくるかなと。オーキスとか、オロロジャイアに関しては、ここにね、今画面に出してると思うんですけど、こんな感じで厳選とかしてもらえたらと思います。で、手動に関しては一旦こんな感じですね。ということで、手動も聞いてきたので、最後にフルオートで、活躍しそうなキャラっていう風なところを、いろいろちょっと教えてもらえればと思います。まずは、最近実装されたキャラでもあるメイガス。フルオート系のキャラだとやっぱ HP とかアビ上限とかっていう風なところになってきますかね。そうですね。これはもう高難度で使ってるそのままなんですけれども、HP 防御でアビリティ上限と、弱体成功も触れるのであれば振ってっていうところかな。ではじゃあメイガスと、そうですね、リッチ。メイガスはね、そのディスペルもアビダミも強いよということで、で、リッチは、これはどっちかというと、少しの回復とアビリティダメージ、ダメージ要因ですかね。実際ね、いろんなところで使ってて、結局リッチだよね、みたいな状況はやっぱり多いんでね、メイガス・リッチがとても強いということで、フロートにおけるアタッカーみたいな意味合いで私は考えていますね。リッチはもう本当にデバフも持ってるのも偉いですもんね。そうですね、デバフで、防御デバフじゃなく、もうだけじゃなくて、攻撃デバフも持ってるから、いやー、いろんな役割を果たしてくれますね。あとは、なんか前回までの古戦場とかでも結構活躍してた、ハルマルとか。そうですね、ハルとマルト、このキャラは、ディスペルの条件が敵に付与されてる強化効果の数が5個以上の時なので、その4つまでしかついてない時にはディスペル発動しないんですけど、200の 50% って確かね、5個以上。今までは結構多いですね、そういう時は。なので、その肝心な時にこの3割が自動発動して、そういう状況のために入れるっていうのもあるし、その、ダメージが全然出ないというほど出ないわけでもないし、で、1アビ、2アビのデバフっていうのは実際強い。そういう意味でも、フロートでは便利キャラかなというふうに思っています。で、リカラっていうのを、一応選ばせていただいたんですけど、これもディスペル要因として考えてますね。ディスペルやりつつ、変化した後の2アビで、回復したり、火ダメ回しにしてくれたりとかして、で、4アビ発動してるときはダメージもあるし、完全回避ついてるということで、なかなかね、これも耐久しながらダメージを出すっていう方向で強いキャラだと私は認識しているので、入ってくることもあるかなというふうに思っています。これです。ありがとうございます。オロジャイアがよく見たら手動とフロートどっちにも入ってたと。入れちゃった。でもフローでも結構強そうですもんね、オロジャイア。そうですね。手動では先ほど言ったように、マウント要因で使いつつ1アビでバフちょっとつけてみたいなことがあると思うんですけど、フロートだったらこれ一転して渾身じゃなくてアビ上限の方が多分良くて、で、どういう役割かっていうと、これもデバフ入れたりディスペルしたりっていうね。フロートだったら多分奥義頻度、それこそ B からと組み合わせたりしたら奥義頻度かなり上がると思うんで、1アビひょっとしたら全く切れないで使えるかもしれないんで、噛み合ってくれるかもしれない。ということで、その出たばっかりでね、ほんまに入るかどうかわからないんですけど、マウントを持ってて、かつディスペルを持ってる。そういう役割が、こいつにしかないっていうふうに言えるかなと思いますね。ということで、さらにね、もっとなんか上げ始めると、フロートできてあるキャラとかいっぱいいると思うんですが、大体主要なキャラっていう風なところだと、こんな感じですかね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい。ということで、それではね、実際の編成をちょっと見せてもらおうと思うんですが、まず一番最初は肉集め編成ですね。はい。肉集めなんか今まで見たことないような編成になってるんですけど。そうですね。これ、できたらいいなってずっと前から、思ってた。で、話してもいた編成なんですけど、残念ながら、両面かぐやは結局ブーストが来ても難しいんじゃないかなということで、とりあえずちょっと断念はしてしまったんですけど、とりあえず片面はどうかなって言ってやってみたら、余裕だったと。いかちいな。これなんですけど、実はこれ別にセレストでも通るんで、これ全部なくてもいいんですけど。で、ちょっと実際の動き見せてもらいますか。ということで、フレンドカメラで。もしかしたら、中の石とか抜けるかもわかんないね。おー、余裕ですね。確かに。だいぶ余裕があって。本当に詰めたら両面でもいけるかもわからないんですけど、ハデスでも届くし、ね、なんならセレストでも届くということで。あれですね。キャラが、確かに死んだら1体分増えてるんですけど、
片面カメラできるんで、ひょっとしたら取りゼロと結構ため張るような編成になるかもしれないですね。そうですね。まあ、その実際読み込みがどうなるかとかいうのもあるんですけれども、どっちが実際いいかっていうのは分かりかねますね、私には。ということで、じゃあ実際の編成ちょっと見せてもらえますか。時に関しては最強と。これ以上ない。まあこれね、セレストでもできるって言いながらこんな編成見せてるのは単なる自己満足なんですけど。いかちやでも。はい。で、石どうなってます？石は一応まあ火力が出る石を詰め込んだっていう感じで、で、まあ反撃もないからベリアルの向いてっていう。で、ハデス2枚目ある人はハデス入れるんですかね。出た。ハデス2枚目欲しいなって時々思いますよね。はい。じゃあ2発目は大体こんな感じですね。では、次に90ヘルを見せてもらおうと思います。90ヘル、じゃあ一番最初にちょっと動き見してもらえますか。はい、了解です。はい。ということで、まさか90ヘルでキャラ抜き始めるとは思わなかったですよ。まあ、これできたらなーっていうのをね、結構言ってたんで、わりかし現実味があるレベルになって。しかもなんかめちゃめちゃ余裕ですね。それで、確か 78% でしてね。うん、そうですね。なんで、ウォーマンの浴びた目の時点で77いってたんで、敵の行動なしで締めれるかなと、今のところ思ってはいます。素晴らしい。あれなんですよね、実際に、周回環境にもよると思うんですけど、後ろ3人が TA する両面加減編成だと、攻撃コードの硬直が 5.5 秒あって、古戦場の敵の登場演出がだいたい 4.5 秒ぐらいなので、まあ、フレンド選択早い人はちょっと硬直踏んじゃうかもしれないっていう風な話だったんですよね。ただ、これで、後ろ2人でやると、硬直時間が 4.45 秒とかだったような気するんで、もう絶対に硬直とおさらばできるっていう。そうですね。これだったら、まあ、踏まないんじゃないかっていう風に、教えてもらいますね。それでちょっと。はい。じゃあちょっと実際の編成見せてもらえますか、じゃあ。これはあれですよね。前回、両面カメラでやる編成については紹介してもらったので、逆に一人減らしてっていうような感じの編成ってことですね。そうですね。まあ、この編成しか今のところ試してなくて一発で通ったんで、これでやってるんですけど、もしかしたらこの下の馬房のところホールにして基礎火力があって盛ればクリティカル関係なしで届くみたいな状況になるかもわかんないんで、まあその辺は、いろいろ入れ替える余裕があるのではないかというふうにちょっと思ってはいます。TA が盛りやすくなったんで、シンデレラが TA 確定する状態になってさえいれば、武器はある程度余裕があるっていうような感じですね。まあ、結構連撃の余裕は出てきますね。だから、フォールンがそれこそ、ケージ入れてなくても、この編成では届くみたいな風になってるかなと思います。やっぱこの TA 率に余裕が出るかどうかっていうところは、やっぱ今ついてる極波のチェーンが非常にでかいですね。本当にブーストはでかいですね。ということで90ヘルはこんな感じですね。はい。じゃあ次に95ヘルの編成見せてもらおうと思います。まあでもこれあれですね。イルザのところ外れたと。そうですね。これで、ブースト来る前から95はこうかなと思ってた攻撃の編成なんですけどね。まあとりあえずイルザ抜きの形をちょっと出させてもらいます。はい。じゃあ実際にこれも動きを最初に見せてもらおうと思います。はい。ということで、もうデバフも何も入れずにね、殴り込んでしまうと。はい。ということで 68% なので、ギリギリ 50% 手前に止まってるような感じですね。そこのブレがあるのがちょっとね、難しいかなと思いますね。50分、多分、完全に上振れたりしたら、50踏んじゃったりもするかもわかんないんで、そこの調整は必要になってくる。ということで、32% なので、まあ 31% で次、討伐想定なんですけど、まあ、もう、ボコボコ。まあそうですね。これ2ターン目の特殊反撃があるから、これぐらいになってるんで、まあ、いろいろ調整して、まあこれ、諸事情でシス防御タイプなので、連撃タイプやったら多分通ってるかな。出た。申し訳ないずっと防御タイプ。じゃあ余裕ですね、多分ね。多分まあ、これは届くかなっていうところで、1ターン目の、どこを踏むかによって、それはちょっと変わってくるかもわかんないですけど、50でそれこそ火ダメ制限とかもらって、死んだ後一発目の
攻撃と進行の帯が下がっちゃったりしたら、特殊反撃まで行っちゃうってこともあるかもわかんないんですけど、まあ、とりあえず反撃込みなら、まあ、こういう攻撃は通るよねっていうようには思われますね。うん。なるほど。ありがとうございます。じゃあ実際に詳しい編成見せてもらえますか。いや、攻撃。もうなんか、めちゃめちゃなんか研ぎ澄まされた理想的な編成になりましたね。闇属性。ねいや、びっくりしましたね。その、イルザ1を押した時に、そこまで変わんなかったんですよ。その、まあ、強くはなったんですけど、劇的に変わったとはあんまり思わなくて、それこそ、片面でイルザ1攻撃した時に。で、まあ、こんなもんかなと思って、両面にして、この編成で、ちょっとね、攻撃ボタンを押した瞬間にね、もう今までと全然違うダメージが出て、いやー、これ、もう、アビポチのね、価値が下がりましたね。まあ、LCQR らしい最高の編成。やっぱりなんかフォールンの、めちゃめちゃ強いですもんね、フォールンが。そうですね、フォールン。これ、連撃がだいぶオーバーしてて、やばすそんぎ。なにオーバーしてるんで、まあ正直このブレを嫌うのであれば、オメガオンのかな連撃を闘争を外して、みたいな風になってくるんかなとは思いますけど。召喚石が両面編成ですもんね、今回も。で、スリーピーが割と特殊無関係上あった方がいいかなとは思っておりますね。ということで、また、ハデス2枚目が欲しいハデス2杯目も欲しいです。まあ、ということで、もし万が一、ハデスの限界超越250を2枚持っているブルジョア編成ができる方は、ぜひハデス2枚入りを試してみてくださいって感じですね。ね、強いと思います。はい。欲しいです。はい。じゃあ95はこんな感じですね。はい。では、150Hz の手動編成見せてもらおうと思います。ここでクピタンが入ってくると。まあそうですね、いろいろ考えてはいて、いろんな動きが150は想定されるので、まあ、これが絶対っていうふうには言わないんですけど、まあ去年よりは早くて、で、割かし安定してそうかなというところなので、ちょっとこれをとりあえず、紹介しようということでね。はい。ありがとうございます。じゃあ、まず一番最初に動き見せてもらえますか。はい。じゃあ、まず一番最初にクピタン3アビからスタートと。押しやすいですね。素晴らしいですね。本当に、ここめっちゃいいですよね。3アビっていうところが。すごい、もう下の貢献度がこれだけで1億出てるんですもんね。そうなんですよね。まあ諸事情でこれイルザーシス防御タイプなんで、出た。かなっていうところでね。だからまあ、1億以上は出ると。で、2ターン目もそのまま攻撃。できるだけ攻撃ボタンを押したい。まあ、クピタン3を押してるんで、だいぶ的な攻撃力が多分下がってて、で、こっちのダメも上がってて、ということで、安全面に関しては、そこまで問題はないんじゃないかっていうふうに思ってますね。まあ、150の編成は自分の中でいろいろ試してるんですけど、61%、まあ大体 60% 超えてれば、35% を超えるような感じになってるんで、まあ、いい感じに 50% トリガーを踏み倒していると。なんか、めっちゃ出てますね。おー、すごい。38までいくんだ。すごいですね。まあちょっと、これ、でもシス進路1なんで、そこまで上振れではなさそうです。しかもこれ、道中のシス反撃全然しなかったから、実際はもっとダメージ出ますね。そうですね。まあ、特殊反撃でちょっと出たり、まあ、回避でちょっと出たりするかもしれないですね。まあ、実際のルオーの防御値が20で、実際の古戦場の敵に対してだと、まあ多分今のダメージがダンバフ想定みたいなダメージなんですけど、まあでも結構オーバーしてるんで、全然なんか本番も通る可能性ありそうですね、これは。そうですね。これに関しては、通ってほしいな、みたいな風に希望を抱いております。はい。じゃあ実際の編成ちょっと見せてもらえますか。ということで武器が、フェディアリがハーマー探検に変わっただけと。そうですね、これね。耐久の探検が入れられる両面にとりあえずはしてるんですけど、これ片面でも多分ね、まあ同じようなことができるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。クピタンさんのデバフが強いので、フォールン1本減ってもいけるかもわかんないですね。まあでもこれあれですね、今両面編成でやってもらってるんで、まあ今回はね、ほぼほぼ理想的な編成っていう風なところで見せてもらってるんですけど、オロロジャイや刀1本とかでもひょっとしたら、もうちょいなんかポチすれば可能性あるかもしれないですね、これ。かもしれないですね。追加ポチ何するかみたいなところあるかもしれないですけど、で召喚石が、両面編成なので、また、
派ですが、そうですね。もう、このマームートのとこ終わってるろ、よセレストでもいいか。石だし、もうさっきから使ってないですもんね。はい。もう、この5つなんなら固定みたいな。で、スリーピーも固定やから。まあ、片面にすりゃね、自分でメイン持ってる人はタレスをサブに入れられるので、この苦しみを味わわなくて済むかもしれないですね。ここから、まあ、詰めるっていう風には、このどこまでポチを減らしていくかっていう方向性になってくるんじゃないかっていう風に思ってますね。それこそ、クピタン3ですって言ってるところを、もうデスしないで、とかね。あと、イルザー、シス1と押してるけど、どっちか片方にできないかとか、まあそういうようなところが詰めるポイントになってくるんかなっていう風に思っています。今のムーブを、秒数計算すると、大体23秒ぐらいで、去年のランバージャックの早かったムーブが25秒ぐらいだったと思うので、もうその時点でね、去年は超えていると。で、さらにここから詰められる要素もあるっていうようなところになると、今回の150ヘルかなり早いですね、やっぱり。そうですね、20秒切りたいなと思って、でも150ってほんまに省くもんなさすぎてめっちゃ難しくてね。いやー、試行錯誤中ですね。ということで、現状の編成に関してはこんな感じですね。ということで、一番最後ね、皆さん気になるところが一番大きいであろう200ヘルのムーブについてです。そうですね。200はなかなか難しくて、一番強い攻撃ボタンを多く押すみたいなムーブは、まあ早いっちゃ早いんですけど、特殊どうすんのとかね、いろいろ問題がありまして困ってるところで。今までのね、攻撃ボタンばっかり押すみたいな感じと打って変わって結構なんかいろいろキャラも調整されてる様子が伺えるんですが、実際にね、動きをちょっと見せてもらおうと思います。はい。ということで、ちょうど HP が6億ぐらいなのでね、フォルスで今回は試してもらってやっていこうと思います。ここでオリビエ1落としってことですね。そうですね。もう、特殊どうすんのじゃあ特殊になきゃいいじゃんっていうところなんですけど。でも実際なんか、攻撃力は高いけど、トリガーをその分踏み越えないといけないんで、そこどうするか問題は非常にネックだったんですよね。そこを今回はオリビエと。そうですね。オリビエにして、で、ニーヤのポチをちょっと、増やして、後に効かすっていう、ちょっと回りくどいんで、そこだけね、ちょっと、引っかかってはいますけど、とりあえず形としてね。ということで、ここでは、やっぱりなんか採集されたニーヤの1アビが非常に強いと。そうですね。オリビエの酔い闇がもし入れば、2ターン効いてるので、3ターン目殴るまでは特殊技が飛んでこない想定。そうですね。そうなります。っていう風なところで、ここまではずっとフリーで殴り放題っていう風な感じですね。ここで特殊が飛んでくる。ダメージのためにイルドさんをして、ここでイルザさんによってイルザが3回行動する。で、大体、防御率の違いはあるんですけど、大体6億なので、3ターン目で 50% をちょうど踏み越えてるみたいな感じですね。はい。で、ここでニーヤがちょうど落ちるために最初放置してたってことですもんね、これ。そうですね。これ、はい、ニーヤのポチを増やして、落として、で、イルザの3を上げて、で、ヤチまでもう一回、ニーヤを落として、はい。今はね、これマウントついてるんですけど、ディスペル、ないし、デバフを食らってマウントが剥がれてるやろうなということで、1アビと、この、オーキスの2アビを押すと。トリプルゼロが上がり、かつ、シンダラーがまだ分割されてる中、2回行動を行えるということでね。やっぱここができるのが、やっぱベルセルクの一番の強みですね、本当に。そうですね。なんかむちゃくちゃ出てるな。あれかね、多分予兆解除してヤトレフが。いや、出てないです、やっぱり。あ、出てないですか？出てなくてこのダメージなんですか？えぐいな。バブだからか。オーキス強いな。ひょっとしたらこれオーキス2が効いてるかも。なるほど。ストリングスもあるし、バフもついてるし、みたいな。これ、3アビをして締める。すごっ !260 万ですって。
ヤトレフついてたんで、ちょっと上乗せされてるけど、多分届くやろうなということで。なんなら、イルザの行動終わってないし、大きさ最後殴ってないんで、はい。綺麗。めちゃめちゃ。これが、その最初のターンに2がポチ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 してるのだけが引っかかるんですけど、それを許容するのであれば、わりかし、そのね、オリビエ1で止めてるし、で、止めてて、シスを使ってないから無駄も発生してないっていうところで、いいんじゃないかなと思うんですけど、そのトリプルゼロをね、サブで入れてるから、羽が上がっちゃうとか、ちょっとフェロシティロアヨムスって言ってるからヨムスのブレが出るとか、ちょっと遅いとか、そういうところが出てくるので、もしかしたらもっとね、いいムーブが出てくるかもわからないんですけど、とりあえず、酔い闇が入って、マウントが貫通しなくて、ディスペルが50にしかなかったら通るんじゃないかなっていう風な感じだと思われます。ありがとうございます。じゃあちょっと実際の編成をちょっと見せてもらえますか。はい。ということで、ここで3本ですね。強い。本当に。そうですね。やっぱり片面でやっていくならね、3本必要とされてしまったのでね。はい。今回はハーマー断剣が1本入ってるんですけど、これも状況を見ながらですかね、おそらく。そうですね。これ、最初にオリビエ1で特集止めてる上に 3P がその間効いてるので、4ターンまで効いてるのかな ?4 も吸ってるから。だから、ひょっとしたらこれ、ハーマー断剣いらないよっていう風になって、ホールにしたら伸びるのかな？間違いなく伸びますね。単剣の 25% の防御とちょっとの上限よりかは基礎火力上げた方がいいよっていう風になるかもわかんないし、ケースバイケースでっていう感じになる枠かなと思いますね。で、召喚石がそうですね。これね、ちょっとそのサリエルが入ってないっていうところが引っかかりポイントなんですけど、その、マウント目的の 3P は外せないなっていうのと、そのヤチまでデスとバブを確定させるために召喚ね、できない石を2枚入れないといけないっていうところで、このベリアルと、その4ターン目の主人公1を打って、12枚になって打てるようになる、トリプルゼロっていうのを組み込むことで確定させるっていう。あと、片面やるなら、フェディルを入れないと、直波が発動してくれないっていうところでフェディエル。で、こういう感じになっていますかね。だから本当はサリエル入れたいんですけど、ちょっと難しいかな。あとそのトリプルゼロに関してはね、ダメージ足りるんであれば外して別の召喚深い石でも、ベリアル2枚目とかね、置いてもらえれば、多分、そっちの方がステータスも高いし、羽の演出も入らないんで、いいかなーっていうふうに思いますね。これもともと自分も、この、ヤチまでデスを2回使う、ないしバブを2回打てるようにするっていう風なムーブを一応自分も考えてたんですけど、さっきの動き見てるとあれですもんね、もうバブとか2回目打ってないですもんね。バブディスペル目的みたいな感じですよね。もうデスが本命でバブがおまけになっちゃってるっていう。サリエル抜きでもこんなにダメージが出てるのは正直驚きですね。そうですね。サリエルなしでも、ね、170万とか大き出してましたもんね。いやー、とんでもない時代だったもんですね。いやーでもこれがね、もう3本持ちだけに許されたもう栄光の編成ですよ、マジで。片面、極波。ありがたい。マジでありがたい、本当に。もうほんまに。いやー、やりたかったなー。はい。ということでね、今回の対談では、サムディさんと裏では話してたんですけど、自分は2本しか持ってないので、自分も2本でできる編成をちょっと考えてね、動画で上げたらいいなっていうふうに思ってはいるんですが、今回はガチ勢対談なので、最強の編成は、こんな感じになるんではないかというふうなことですね。これ、タイムが何秒ぐらいになるっていうふうな話だっけ？56秒弱っていう風になってるので、トリプルゼロの羽の上がる演出が、3体挟まるので、それよりちょっと伸びるけど1分は切れるかなっていうようなところになってますね。いやー、1分に来ましたね、闇属性も。実際、その伸びしろはね、いろいろまたあって、50秒切ってきたりとか、それかもわからないんですけど、目標は光を超えたいというところですが、なかなかそれは難しくてね。ということで、200ヘルの編成はこんな感じでありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか？今回はね、闇属性ガチ勢対談第2弾ということで、新武器、新キャラが追加された新環境の闇編成についていろいろ話を聞いてきましたと。はい、ということで、いろいろね、長らくお話を聞かせていただいて、サムディさん本当にありがとうございました。いえ、こちらこそありがとうございます。貴重な経験をさせていただいて。今回ね、2回にわたって来ていただいたサムディさんに、最後に何かね、宣伝とか告知とかあれば
言っていただいて大丈夫ですので、よろしくお願いします。まあそうですね、今回はちょっとムーブというところにまで行って、まあそのね、普段の厳選の甘いところとか、拙いムーブになったりとか、ということでね、少し不甲斐ない点があるかもわかんないんですけど、まあその辺は多めに見ていただいてということで。はい。で、私ですね、オロジャイアが出て、で、この武器が来て、それをね、ルシゼロの方で、使った動画っていうのを、ヤマトでオロジャイアと、オロジャイアの武器を入れた編成と、あとゾーシモスをね、使ってマナダイバーをオロジャイア武器を入れてやったっていう、その2種類の動画をちょっと出させていただいたので、もしね、その辺も興味ある方は、ぜひ見ていただきたいなと思います。はい。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。古戦場のガチ勢対談とはちょっと違う趣旨の動画になっていたんですが、高難度ガチ勢対談っていうものをね、概要欄にリンクを貼っているんで、サムディさんのチャンネルに行ってもらうのが一番早いとは思うんですが、高難度めちゃめちゃ押してますもんね、サムディさんは。最近はね、もうゾウシマスとって、もう楽しくて、野良めっちゃ潜ったりとかね、してるぐらいなんで、はい。いやー、でもゾウシもそれってマジで良かったですね、本当に。いや、本当にこれね、本当にガチャが上振れてくれたおかげなんで、もしそれじゃなかったらね、白地系に消えてたところなんでね。いや、よかった、ありがたいです。素晴らしい。ということで、いろいろお話をしてきたんですが、これまで通りのね、ガチ勢対談と同様に何でも質問ライブもやっていこうと思います。日程は、この動画を出している当日の夜、6月20日の夜23時から、私、クワトロのチャンネルでサムディさんを交えて何でも質問ライブっていう風なところをやっていこうと思います。今回紹介した闇属性の編成、古戦場用の編成とかはもちろん、やっぱりね、高難度についてなんかいろいろ聞きたいっていう人も絶対いっぱいいると思うんで。そうですね。全然そういう質問もいっぱいいただければと思います。はい。なので、高戦場に限らず、いろんな闇属性で聞いてみたいことがある人は、ぜひ、こちらのライブ配信もお越しください。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりにしていこうと思います。よかったら、私、クワトロのチャンネルもチャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。